今年何人昇格したみたいな。辞めちゃうみたいなパターンも多々言いますよね。200万もかけるかとかって思ってたのが、なんかやっぱり結構気をつけなきゃいけないのは、いわゆるなんか人事みたいな話で。森社長、僕の会社が今まで仕事が優秀な人とかいっぱいいるんですけど、その人たちが最近一気に辞めていってるんですよ。これって何が原因なんだろうみたいなところが、僕が他の会社で働いたことがないので、ぶっちゃけ分かんなくて、なんかどういう会社がなんか成果でせっかく出してきたのに、社員が辞めちゃう会社になっちゃうのかなみたいなっていうところを、今の経営者の方とかだったら自分を気にするきっかけにもなりますし、社員の方だったら自分ってこの会社に当てはまってるのかなみたいな気になると思うんで、モンジ社長が選ぶ辞めた会社の特徴についてちょっとお伺いできたらなと思ってるんですけど、どんなかありますか？成長してる会社だったら停滞期とか踊り場にぶつかることあるんで、辞めていく会社は必ずしも悪いという前提ではないとは一応言っておきたいと思うんですけど、ある程度一定期間以上成果を出して働いてきた社員がせっかくやってきた会社を辞めるときという例えでいくと、特になんか業績が停滞したときってそういうのが起こりやすいんですよね。自分の給料とか役職とか将来未来がなんか曇っちゃったとき、拡大してるときってイケイケだから、自分も頑張ったらこれ稼げるようになるとか、自分も頑張ったら修正できるとかってロールモデルがすごいできるから分かるじゃないですか。でも一気に停滞すると、あれと今年何人昇格したみたいなっていうのがもう露骨に停滞すると、あれ俺頑張ってもないみたいなね。でこういう感じで苛まれた時に転職しようかなみたいなのがあるかなと思うのが一つ。二つ目は会社がやっぱ停滞すると、なんか要求が結構多分厳しくなったりすると思うんですよね。要求っていうのは、要は経営陣とかからもっとこの数字出してくれとか、もっとコストを抑えてくれとか、もっと頑張ってくれ、もっと結果出して、今まで100だとしたら110、120出してみたいな。みたいな。それは別に悪いことじゃないですけど、そうなってくるとやっぱり、なんか言われた方としては、今まですげえ頑張って100やってきたのに、いきなり110、120って言われても、どんどん見る目も厳しくなるし、今までこれ OK って言われてたのがもっとやってみたいになると、まだダメだって言われるようになると、こんなのしますよね。ちょっと話戻るんですけど、大前提じゃあ業績が停滞するときっていうのは先ほどもおっしゃってたように、会社の成長の中では絶対あるってことじゃないですか。ってことは、今からお話しいただくことって、耐えればって言い方も変ですけど、ちょっとそこは耐えて頑張り続ければ、結局なんか働きやすい会社に変わるってことは未来があるってことですか？基本はそうですよね。停滞する理由にもよりますけど、あると思いますよ。大体組織が停滞するっていうと、組織の問題であることが結構大きいと思うんですよね。組織に問題があるから人が増えないとか、人が増えないから売り上げが増えないとか、だからそこをうまくやれれば、クリアできれば、また伸びていくと思うんですよね。アップルさんでも停滞した時とかはあったんですか？それこそ3億ぐらいの時に3年ぐらい微増みたいな時期ありますし、10億ぐらいの時も手前でやっぱりちょっと社員数が3年ぐらい伸びずにってありますし、今もちょうどやっぱ30億を超えてますけど、300人手前にして、ちょっと人数の増えてないみたいな、2、3年みたいな、鈍化してるみたいな、ものの見事に強化してるで3億、10億、30億ぐらいでハマってますよ。その時って今これからお話しいただくようなこととかって起きたりとかしてるんですか？しますよ、全然。変な話、辞めちゃうとかの人もいて。います。はい。でも、それが別に、しょうがないっていうか変ですよね。結果しょうがないですよね。自分で言うのもあれですけど、社長じゃないですかね。ある程度やっぱ稼げるようになったり、会社が規模でかくなると、なんか人脈だとか、学びに行かなきゃっつって外部交流が始まったりするんですけど、それでね、うまくちゃんと物にできる人もいれば、ちょっと遊んじゃう人もやっぱいて、で、そういう姿を見て、周りの幹部がしらけたり、ずっと頑張ってきた人がしらけちゃって、辞めちゃうみたいなパターンも多々いますよね。会社の成長を望んでない人とかこうなっちゃうんですか？いや、みんな望んでるとは思うんですけど、誘惑に勝てないとか、僕が実体験で思うのは、本当に世の中ってすごい金持ちいっぱいいて、そんな遊びやるのとか、そんなんできんのみたいな、いっぱいあるんですよ。でもこれを自分の身の丈に合わない遊び、お金の使い方になっちゃう人が結構いて、それはやっぱどっかで破滅しますよね。あの人がこれで遊んでるんだから俺も遊んでいいんじゃないかと思っても、あの人の身の丈は違ったりするわけじゃないですか。憧れるのはいいと思います。それを目指すのもいいと思うんですけど、身の丈に合わない遊びをやり続けちゃうと、やっぱおかしくなってきますよね。このままだと俺やばいなとか思う時とかあったんですか？いや、ありますよね。そうなんですか？そんなに別に遊んでないですけど、でもお金の感覚的なものありますね。例えば分かりやすく言ったら、なんか1回の食事に使うお金とか、何かをするときに1回に使うお金とか、会社も当然増えてると、ちょっと金銭感覚がバグりそうになったりするわけですよ。例えば、個人で言ったら、夜のディナーの会食で、1人1万円とか2万円とか、そんなもんかなと
例えば思ってた。これでも僕は高いと思いますけど、そうなってくるじゃないですか。で、昔考えたら20代の時に1万円なんか一人出せるかいと思うんですけど、そうやってなってくるんです。で、これが、たかが外れてる人だと、本当に一人うん万、10万、それ以上みたいなところに行く人とかいるわけですよ、いっぱいね、世の中ね。でも、それで稼いでる会社の規模があればいいじゃないですか。それをやっぱ狂わしちゃうとか。もう一つやっぱ会社で動かすお金が大きくなってくると、例えば今まで会社も研修会社に頼むのに100万円、200万円かかると思ってたのが、もう儲けちゃったんで、100万、200万もかけるかとかって思ってたのが、ポン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 、そんなこと言ってたら回んないから出てくるわけですよね。そうすると、なんか100万円の感覚が大金なんですけど、ちょっと狂ってくる可能性があるわけですよ。なんかの広告しました。年間3億かけてますと。これに3億使ってんだから、これに1000万ぐらい使ってもみたいな感覚多分ね、出てくるんですよ、いろいろ。そうすると、それがやっぱり個人のお金の使い方にも余波を及ぼすことがあって、いろいろやっぱ気をつけてないと、タガが外れちゃうことがあると思うんですよね。結構じゃあ日常生活でもちょっとそこはなるべくもう意識しようとしてるんです。僕はそうですね、頑張って意識してますけど、だって分かりやすいんです。例えば、それなりの会社で広告宣伝費に年間3億使ってます。5億使ってます。で利益もちゃんと2億出てます。3億出てますってなった時に、自分の飲み代を月100万使っても、1200万じゃないですか、年に。経費で落としたら。別に2億ぐらい利益出るのが全然いいでしょ、みたいな。で、感覚値に陥っていくと、それが月200万になり、それでもまだ2400万。それが500万になり、それでも年間6000万。こういう感じになっていく人がいるわけですよね。これもだから全部含めて身の丈に合ってるのがいいと思いますけど。あとはそうですね、社長と幹部の関係性がやっぱり悪くなるっていうことで、幹部が辞めていくってことはありますよね。どういうことで悪くなっちゃうんですか？なんかやっぱり結構気をつけなきゃいけないのは、いわゆるなんかパラシュート人事みたいな話で、優秀な人取ってきました。いきなり管理職ここに入れます、ボーンみたいな。空気感的な話なんですか？大人になれば、いや、そんなの会社だからあることだよねっていう風に、うちの場合なんかもそうですね、上級管理職ぐらいになるともうそういうこともあるよねみたいなことで認識はさせますけど、でもやっぱり、それで成果がポンと出たら、みんな、良かったねってなりますけど、成果がいまいちだったりすると、空気的にはちょっとみたいな感じになりますよね。でも社長は何者入りで取ってきたから、なんとかしようとするじゃないですか。でそっちにばっか時間を使うわけです。そうすると既存の幹部、鉱山の幹部とかに、よりもなんかそっちに時間使っちゃうから、なんか違くねみたいな感じになったりとか、そういうことでやっぱり社長との関係性が微妙になってきて、でも会社の成長のためにはこういう人も取ってくることが必要なんだとかっていう社長と、いやいやそうは言ってもね、成果出てないじゃないですか。今までこういうやり方でやってきたのに、なんで社長はなんかブランド物みたいに外からそのハイキャリア取ってきて成果で出ればいいけど出ないから何しようとしてるんですかねみたいな、なんかそういういざこざみたいな、これも結構あるある話だと思うんですよね。どうすればいいですか？でも会社にとっては必要な人材ですよね。僕が思うにはやっぱ業種によると思うんですよ。例えばバックオフィスとかだったら経理とかそういう系だったら別に他の会社でやっててもほとんどやること変わらないから、別に横からパラシュートでじゃあ経理部長ですって来たところで別にそんなに害はないし、すんなりいけるかなと思いますし、でも事業に関わるところに関していきなりパラシュートで横から上司でスポンって優秀そうな人を入れちゃうと微妙なので、だから職種によるかな。一つはそういう前提で連れてきたとしても、最初はちょっとやっぱ現場見てもらう、やってもらう、そういう導入期間が必要なのかなと思いますね。あとやっぱ自分が必要とされていないと感じるときかなと。やっぱ組織が大きくなると、それこそ例えば昔は会社が小さかったから社長と距離が近くて、でなんなら週1回ぐらいご飯に行く機会があってすごい喋れるし、会社が大きくなってくるとなくなってくるんですよね。やっぱね、一人一人にかける時間が減っていくし、先ほども言ったようにやっぱり社長が相手にするのって限られた人になってくるね。そうすると俺って大事にされてないとか、俺いなくてもあんま変わんねえんじゃないかなみたいな。みんな人間そうですけど、自分の存在価値、自分の子としてのやっぱ必要とされてるかされてないかってすごくやっぱ大きなものなので、自分が必要とされてないこの会社にってやっぱり思っちゃうと結構やめれますよね。それってどうすればいいんですかね？なんかどうしようもないことかなとはちょっと思うんですけど。半分もどうしようもないことで割り切ることもありますし、かといって別にやめてもらいたいわけじゃないので、そう会社が成長するっていうのはこういうことだということを考え方の教育とか植え付けていくしかないんですよね。相手が社長じゃないけれども自分はちゃんとこの会社に必要とされてるしっていうその存在価値を感じさせてあげられる、イベントなり機会なりを用意するみたいな話です。アップルさんではそういうなんか表彰みたいなことされてるんですかね？そうですね。やっぱり勤続年数表彰とか、あとはやっぱりうちのキャリアが長いってことは逆に言うとうちのカルチャーにフィットしてるとか考え方が浸透してるってことなんで、そういうプロジェクトをちょっとの関わりをお願いしたりとか、全然できてないこともありますけど、いくらかはできてるかな。
給料が努力に見合ってないとかって思っちゃった時にやっぱり辞めるんですかね。言いたいことは、会社が拡大すると売り上げがポン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 って増えてるじゃないですか。でも給料ってそんなに同じ角度で増えないじゃないですか。売り上げ1億からいるのに、ね、じゃあ3億からいるのに30億になった、10倍になったぜって給料10倍に増えることないじゃないですか。これに錯覚を起こす時っていうのはたまにあるので、メンバーはですね。だから、でも、プレイヤーのうちって一人でできる限界ってやっぱあるじゃないですか。じゃあ営業においても一人でいける商談数って限りがあるし、時間は有限なんでね。だから、たまに単価が高いものを取って売り上げが上がったってあるかもしれないですけど、まあ、ある程度一人でできる限界はあるんですよ。だとしたらやっぱり、業種において、その上げた売り上げから、じゃあ利益がいくら出るのって計算からして考えるとやっぱ上限が出ちゃうんで、それでもそういうもんだよねっていうことはちゃんと言わなきゃいけないし、それ以上稼ぎたいんだったらマネージャーになるしかないんですよ。マネージャーはある意味ちょっと無限大と言ったら変ですけど、チームで要はどれだけ成果を出すかっていうことだから、今まで一人でやったから幅これぐらい、悪い時いい時これぐらいしかないけど、チームで仮に10人いたら、この幅がこうなるわけですから。10人扱ってダメだったらここだけど、10人扱ってすごいうまく成果出したらここになる。私は稼げる可能性が高くなったから、まあ、マネージャーになって成果を出してもらうしかない。まあ、なんか対応策先に言いましたけど、それしかないのかなと。今までこのぐらい自分で決めていいよって言われたものがいきなりここまで会社決めますみたいな、上司が決めますとかって言ってこうなんか自分の権限が減った時みたいな、こういうニュアンスの時はなんかちょっと不満で結構辞める人もいますよね。やりがいみたいな話なんですかね、それって。自分がダメだからそうされたんでしょみたいな捉える人もいるんですよね。でも会社としてはそっちの方がまあ健康というか、まあそっちの方がいいわけですよ。まあいいかどうかを置いといて、そうせざるを得ないと多分あるんですよ。いろんな変更がある。なるほど。そうですね。よくありますけど、一貫性のない経営方針とかですかね。なんか僕は、その言葉尻だけ取られると、コロコロ変わるは別に悪いことじゃないんですよ。でも、変えていいものと、変えてはいけないものがあるって言って、会社で言うならば変えてはいけないものっていうのは、やっぱ、なぜやってるか、何のためにやってるかっていう目的とか理念ですよね。ここは、本当に変わらないんですよ。これは変えちゃいけないって言うんですよ。でも、この目標とかそういうのは、その時代背景とか、いろんな状況にコロコロ変えても別にいいと思うんですよね。ここで言う一貫性のないって言ってるのは、何のためにやってるかっていうことにこの筋が通ってないと、だからこっち変えるんですとかないと、俺らどこ目指してるのみたいなとか、言ってるけど何なのみたいなのを生みやすいですよね。会社の満足度も高くて成長してる企業さんなんかは、もうここの、まあ、なぜみたいなところはもうぶらさず。言葉尻を変えるとか、細かいところをアップデートするとかはあったとしても、根本的に何のためにやってるかっていうのは何も変わってる会社みたいですよ。あとやっぱ会社が拡大してきてミドルリーダーをいっぱい作った時に、まだやっぱり役不足だけど、会社がでかくなったからさせなきゃいけないみたいなのも正直あるわけですよ。だからミドルリーダーのそのマネジメント層が適切にマネージャーとしての仕事みたいなのをやっぱできない時に、下のメンバーすごい不満が溜まったりとか、混乱することもやっぱ結構あるので、まあそういう時はやっぱりごちゃごちゃして、最悪のパターンだとその未熟なマネージャーが来ました。混乱してなんかやってらんねえやつメンバー辞めます。で、そのメンバーとのやりとりの中で管理者もメンタルやられて辞めます。これ結構ありますよ。どっちも不満が溜まってみたいな。また待遇というかだから不公平。俺不公平って誰からどの解釈で言ってんのって話もあるんですけど、結論、社員が、これ不平等だ、不公平だと思ったら多分やめるんですよ。でも世の中考えたら不平等不公平なんて当たり前なんで、基本ね、不公平不平等なんていうのは世の中当たり前だと。そんないちいち気にすることじゃないとは言ってますけど、でもやっぱり本人が、いや、めちゃめちゃ不平等不公平。でもっと言うと、その不利益が自分に被っている時でめちゃめちゃ認識するとやめようみたいな。だから人事制度変える時とか何か変える時とかは、そこは結構気をつけますよね。そう思わせないようにみたいな。でもある意味すごい平等だっていう感情をやると、ある意味絶対評価ですよね。絶対評価にして、要は上の忖度とかが入らないことになってますよっていうのを明示するか、でその方でやるか、もしくはもうそんなもんですよってちゃんと納得させるように最初から教育しようかみたいな。いろいろ言いましたけど、自分が社員だったらって考えると、その成果を出してきた社員とか続々と辞める会社の特徴とかって言って、じゃあ自分の会社組織はどうかなって考えたときに、一般論で言うと、そういう会社やばいよね、もう潰れんじゃないの、早く辞めた方がいいよとかって言われると思うんですよ。僕が社員だったら、とりあえず踏ん張って頑張ってみたらと思うんですよ。仮に立場をまた戻って自分が社長の時に、どういう人を採用するかとか、どういう人に魅力感じるかとかって
ってちょっと一個別の視点を考えると、潰れそうな会社をよしと思ってすぐ船乗り換えるやつよりも、潰れそうな会社だけど最後まで奮闘して頑張ってここまでやろうとしましたみたいなやつの意外と興味あるな。だから結論そういう会社が成長するフェーズにおいては、なんか人が結構辞める時期とか絶対あるんですよ。停滞期もあるから。それを乗り越えるために自分が一メンバーだとしても頑張ってどれだけできるか、どれだけ影響力を及ぼせるかが、もしその停滞を乗り越えてさらに再拡大した時に、多分あなたそれ重宝される人材になってますよっていうのが一つと、もし仮に本当にそれ潰れたとかやばかったとしても、その経験は多分転職活動も次の会社でも役立つと思うのが2つ。だから自分が社員の立場だったら、いやこれうちの会社やべえんじゃねえかと思った時こそ頑張った方がいいんじゃないって思うんで、ちょっとそういう視点でも考えるのが多分ないと思うんですよ。マネージャーも一緒ですね。むしろチャンスなんですね。と僕は思います。こういうパターンの時はやめていくことがあると思いますよって言いましたけど、そう、自分がその会社の社員とかマネージャーだとしたら、ここかと思って頑張った方がいいよ。だって、マイナスないですもん。マイナス C ってあるとすれば、本当に潰れそうになった時に給料が未払いになるとかね、そのぐらいじゃないですか。そう。もしそれを乗り切って再拡大したら、そう、重宝される人材になるんです。僕がもしそんな人材いたら、重宝しますよ。そう。もし仮に潰れたとしても、転職活動にも、この人は逃げ出さないで、最後まで責任感ある人だって評価されるかもしれないし、その経験は必ず次の会社でも役に立つと思うので、受け得しかねえんじゃないかなって僕は思ってます。このチャンネルではビジネスに役立ちそうな知識ですね、組織論とか、自身の経験をもとにそういった動画をいろいろ配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にぜひこの動画にもいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。